皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今日はいよいよ今月末に開催される訪問着の会のコーデを決めていきたいと思います。今回訪問着の会で着用する予定のお着物はこちらの斉藤三歳先生のお着物です。そして帯はこちらご存知の方いらっしゃいますよね。スイーツ袋帯です。なぜこの帯がスイーツ袋帯と呼ばれるか気になる方はこちらの動画をご覧ください。で、ここからですね、今回はアフタヌーンティーが期間限定のハロウィンバージョンになってるんですね。なので、このコーデをハロウィン寄せにしていきたいなと思っています。まず帯揚げから決めていきたいんですけど、この色合いがね、ハロウィンっぽいかなとは思うんで、とりあえず一番初めに合わせてみました。そうですね、この裾の模様と色合いが似てるので、馴染むかなとは思うんですよね。まとまりのある感じにはなるかなとは思います。あと他に何か候補はないかなと思って、この黒いレースの帯揚げですね。先日の椿庵さんの催事で購入した帯揚げです。黒いレースの帯揚げもね、魔女っぽい感じがしていいかなと思うんですけど、どうでしょうか。で、忘れちゃいけないのがこのパンプキンですね。これはダイソーのハンドメイドキットで作ったパンプキンなんですけど、結構可愛くないですか。これをね、根付け代わりに、ちょっとでかいんですけど、根付け代わりにしていきたいと思います。帯揚げは黒にしようかな。ハロウィンっぽい感じが出ますよね。そしたら今度は帯締めなんですけど、なんかね、ハマる帯締めがないなと思って、紫系がいいかなと思ってるんですけどね。これもシルバーと黒ね、ちょっと微妙って感じですね。これ合わないかな。赤ね、一瞬いいかなと思ったんですけど、ちょっと違う、ハロウィンっぽくすると思ったらちょっと違いますよね。ハロウィン風になるものないかなと考えに考えて、こちらとかどうでしょう。ビジュ帯締めのような、これはビジュベルトだったんですけど、帯締め代わりにね使っていこうかなとちょっと思ってます。で、このビジュベルトだと帯をねしっかりキープするのには弱いので、3部紐を1回締めて、でその上からこのビジュベルトをしていこうかなと思います。3部紐は帯に馴染む色でグレーにしました。こんな感じでどうですか？良くないですか？結構ハロウィン風に寄ってきたような気がします。帯揚げ帯締めが決まったら次は半襟なんですけど、これがまた難題で、どうでしょう。この間購入したシェードレース半襟、それかこちらも色違いのね別のバージョンのシェードレース半襟、これだとね馴染んでいいかなと思うんですけど、なんかちょっとハロウィンから少し遠ざかるような気がするんですよね。で、思いついたのがこの帯揚げですね。これをね今回は半襟に使ってみたらどうかなと思ったんですけれども、他に何かいいのがないかちょっと探してみます。これはどうでしょうか。これはね、お洋服のワンピースについていた共布のリボンなんですけど、これがね意外とハロウィンっぽい感じになるんじゃないかってちょっと思ったんですよね。グリーンの地色にちょっと金彩がねちらほら施されていて、蝶が舞ってるんですね。
結構派手めなワンピースなんですけど、そのリボンですね。これがねいいんじゃないかと思ったんですよ。どうでしょう。訪問着に合わせるにはだいぶねカジュアルっぽい感じがするんですけれども、今回はねハロウィンアフタヌーンティーっていうこともあって、何かの式典っていうわけではないので、こんな感じでカジュアルダウンして着てみたいかなと思います。で当日その時のね、天候にもよるんですけど、合わせる羽織というかショールをね、こちらのカシミヤにするか、こっちのもっとハロウィンチックな紫色のショールにするか、これはねその当日決めようかなと思います。それでは袋帯の二重太鼓も久しぶりなので、一回練習がてらこのコーデを着てみたいと思います。リボンを半襟としてつけてみました。どうでしょうか。ちょっとねご意見を聞かせていただければ嬉しいです。はい、では着ていきます。こちらの訪問着は斉藤三斎先生の訪問着なんですけれども、これをね購入した時の動画がありますので、もしよかったらそちらもご覧になってみてください。結構ね1年以上前のに購入したものですね。はい、では着ていきます。本当にねツヤが素晴らしいんですよね、この着物ね。わかりますよね、このマットな感じに見えるちりめんかななんですけど、でもねこのマットなツヤが本当に綺麗で本当に素晴らしいです。この薄いピンク色にこのね緑色の半襟が合うのかちょっと私も自信がないんですけれども、どうでしょう。でも左肩のところに緑と青のお花があるので、そんなに違和感を感じるほどでもないですかね。ここのところ薄物とか一重のね着物が多かったので、合わせとか久しぶりじゃないですか。この間1枚着たんですけどね、でも合わせやっぱりなかなか慣れるまでちょっと着づらい感じがあるので、本番の前にもう一回ぐらい着た方がいいかなっていう感じですね。でもねやっぱりこの着物はとっても可愛いので、もう本当に着てるだけで気分が本当上がりますよね。この着物もね新栄さんで購入なんですよ。すごくないですか。新栄さんね斉藤三斎先生のお着物、まあ出てくるんですよね。なのでねいいお着物ねお安くゲットされたい方は新栄さんチェックされるといいと思います。はい、でこちらのねお着物、今訪問着の会のためにコーデを決めて、練習がてら着ているんですけれども、ここでね一つまたお知らせがあります。来年の2月ですね、2月28日にまたね川越遠足に行こうかなと思ってるんですよね。どうですか。川越って毎月28日に市がね立つらしいんですよ。骨董市みたいなのが開催されるみたいなんですね。でそれもね一度行ってみたいなと思ってたので、次回は28日の日に行きたいなと思ってるんですよ。それで2月3月はまた着物ショーとかがあって忙しいかなと思うし、2月にねお正月も終わって2月って意外とイベントがあんまりない月かなと思うので、みんなでねまた川越遠足に行くのもどうかなと思ってるんですけど、参加されたい方は、なるべくLINE で参加表明をしていただけると後からね連絡が取りやすいので、もしよければ LINE でね公式 LINE を登録していただいて、で、川越に行きたいですというふうに言っていただけると助かります。私の公式 LINE はこういうねイベントとか何かどっかに行くとかっていう時に個人的にやり取りができるように作らせていただいているので、何か一方的に
こう毎月の挨拶とか毎日の挨拶とか私は送ってはいないので、なので気楽に登録していただけるといいかなと思います。あとね、どこか皆さんと一緒に行くとなんか良さそうなところがあったらこうね、ご意見をいただけると、それもねまた企画してみたいなと思うので、よかったらLINE でもいいしコメントでもいいし、ご意見はねいろんな形で私の方にこうおすすめしてくださったら、私もねいろいろ考えてみたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。こういうねお知らせをね、私よく動画のね真ん中から後半ぐらいにぶっ込まさせていただいてるんですけど、だいたいねこのぐらいのところらへんまで来ると見てくださってる方ってやっぱりこのね私のチャンネルに対してね好感を持ってくださってる方が大半だと思うので、こういう風なね大事なお知らせをさせていただいてます。この時間までねまだもうちょっとありますけど、動画をご覧くださいまして本当にありがとうございます。はい、で着付けの方なんですけれども、やっぱりね久しぶりの20代行にすごくね苦戦しました。ほんとこの帯の柄の出し方がねうまくねわからないんですよね。ちょっと違いますかね。ここでお太鼓の形にするのはなんかやっぱり柄のこの配分から見るとなんかちょっと違う気がするんですよね。もう1回かもう2回ぐらいね練習しないとダメですね。で手先もねすごい余っちゃったんですよね。手先のをもうちょっと取るのを少なめにしてお太鼓の方に回さないとダメな感じですね。はい、やっぱりね前もって着るのは大事ですね。久しぶりの着物とか帯とかね、まだもう少し時間があるので練習したいと思います。で今回このねコーデをねもう本番前に公開したのは、やっぱりね初対面の方がいらっしゃって、そうすると目印がね分かんないんですよね。初めて会うので、初めての場所であんまりね着物の方はそんなにいないかなと思うんですけど、この間の椿庵さんの催事の時も私着物だったんで分かるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとお互いがにはなかなか見つけられなくて、同じ場所にしばらくずっといて、お互いまだかなみたいな感じで待ってたので、こうやってね私はその日ねこういう感じにしていきますっていうのをねお知らせして、で当日ねいらっしゃる方にねこう見つけてもらいやすいようにしたいなと思って、今回コーデをね全部公開しました。当日のお楽しみっていうね考え方もあるかなとは思うんですけれども、意外とね私もこれね加工かかってるしマスクしてるし、この着物を目当てに私を探していただけたらいいかなと思います。最近ねおはしょりが全然うまくいかないんですよね。三角上げとかのしすぎなのかな、なんかよれちゃうんですよね。はい、一応ね帯揚げバタフライ結びにしてみたんですけれども、その方がなんかこうなんていうんですか、コウモリっぽい感じになるかなと思って一生懸命おはしょりも直してます。袋帯をね3部紐で支えるのはちょっと不安があるんですけれども、ここはねしっかり結んでビジューベルトもねするので帯が落ちてこないよかなとは思うんですけどね。はい、でビジューベルトですね。この紐もしっかりと結んで、当日ねこうだれたりよれたりしないようにしていきたいなと思います。どうでしょうか、ビジューベルト。この
ね組み合わせ全体的なね組み合わせも置きコーデの時よりは着てる方が馴染んでる感じがするんですよね。半襟も意外と浮いてない感じがします。でね、この帯揚げがバタフライ結びにしてみたんですけど、ちょっとやりすぎ感があるかなと思って、これはちょっとねしまっちゃうことに後ほどしちゃいます。お太鼓のね柄出しももうちょっと考えないと。はい、下座で失礼します。こんな感じですね、全体的な感じ。はい、今ねやっぱちょっとバランスが悪いかなと思って帯揚げはしまってます。でもね、私大事なものを忘れてるんですよ。はい、このねお着物はやっぱりさすがとても綺麗です。久しぶりにね重みのある合わせの着物を着ると、もうちょっと練習が必要だなってほんとしみじみ感じます。おはしょりもなんかなくなっちゃったし。はい、それで忘れていた大事なものはこのパンプキンです。これがなくっちゃハロウィン感が薄れちゃいますよね。当日は忘れないようにしたいと思います。インスタか何かで見たんですけど、このね帯揚げのしまう部分のところにこの根付けのねこう輪っかになってるところを通してこうやって中に入れておくと根付けが落ちませんよっていう小技をね披露されてる方がいて、それを真似させていただいてます。はい、それでパンプキンが入るとこんな感じですちょっと邪魔だけど、この時だけなので。はい、一応ねショールの方も合わせてみたいと思います。こっちはカシミヤの方ですね。色合いもいいし、合うかなと思います。はい、振りが出てますけどこんな感じです。やっぱね前もって着るのは本当良かった。着といていろいろね振りもしまってないし気がつかないところがねいっぱいありましたね、自分でね。はい、あと紫色の方も合わせてみたいと思います。どうでしょうか。こっちの色の方がハロウィン感出るし、ちょっと派手なんですけど、でも結構いいかなって思います。はい、今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画をアップしています。また来週もお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。